到着。ハノイノイバイ空港。グラブで呼んだタクシーが来ました。まずは今夜はここに一泊です。すごい、キッチンまでついてる。一泊しかしないのにもったいない。もったいない。すごい。うわー、暑い。バルコニーもついている。不思議な匂いがする。ただいまの気温は28度。この後土砂降りになるらしい。世界中の天気が見れるようになったウェザーニュースアプリ。何の動物の鳴き声？カエル？はい、というわけでハノイ2日目。この後今日は飛行機乗ってカンボジアのシェムリアップに移動するんですけど、結局何のカメラを持ってきたかというと、まずここまではほとんどその ZR2 のタムロンさんからお借りしてきた 3500mm、これをつけて、動画も写真も全部これで撮ってました。で、一応 ZF
これ今 26mm F2.8 つけてますが、ZF と予備のレンズ、40mm F2、あと、ライカの M3 も持ってきてます。フィルムも一応2本予備で持ってきておりますが、これから移動するカンボジアはちょっと M3 はホテルに預けてお留守番していただいて、飛行機乗る時に X 線を通さないでくれっていうのがめんどくさくていやー暑い、28度ぐらいだと思うんですけど、湿度が高くて、SIM なんですけど、メインでいつも使ってる iPhone Air、 これはアハモの回線使ってるので、テザリングで日本の番号をそのまま使ってます。なんかベトナムモバイルっていうのにつながるんですけど、ケチはあんま電波が良くないことが多いんですが、今回この、Xiaomi 17 Ultra by Leica 用にですね、Wise SIM っていうプリペイド SIM、 アジア周遊 SIM、15日間 12GB 使い放題ってことで、すごい使える国がこれ多くて、カンボジアと、ベトナム両方使える SIM って結構少なくて、選択肢がこれぐらいしかないなと思って、これを購入して、多分1800円ぐらいだったんですけど、これはねビナフォンっていうところにつながるんですけど、5G もちゃんと掴んでくれてて、速くて安定してます。で、いいかもしれない。ちなみにこのね、私が使ってる中国版の Xiaomi 17 Ultra by Leica はね、eSIM がどうやら使えないみたいなので、物理 SIM が必要ということで購入してます。で、今回もう1台持ってきてる Xiaomi 15に関しては、ホテルの Wi-Fi とかにつないでる時だけ使ってます。はい、そんなわけでモバイルは、このような、3台体制で来ております。ホテルに併設した方のお店でお昼食べます。カンボジア到着。1時間後ぐらいで着きました。KTP はこちらで SIM カードを
購入しています。私は全部ローミングで OK ということで便利。みんな丁寧ですね、カンボジアの人。カンボジアはアファモはメティフォンっていう通信会社。こっちはなんだ、フメール CM リンク。ホテルの送迎をお願いしてくれたそうで迎えに来てくださいました。さすがホテルの送迎、いい香りのするおしぼりもお水もくれました。着いた。ハニーと系列のホテルのハッピーアワーへ行きます。どうも。ストローがうちにあるやつと同じだ。昼食ボックス。なるほど、ドライバーさんと北海道さん別々なので。ヨーロッパ多いね。あ、そうなんですね。ヨーロッパの人。ここでチケットを見せる。
ずっと歩いてるとちょっと暑くなってくるけど、朝はまだ涼しいです。これ少ない方。少ない方が今日少ない方がマオラバナ一番悪いやつ戦時間みたいなね下書き。素晴らしいみんなというか辛抱でライブ後から鎌から左おー、本当だ。怖い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 。こう降りれんのか。ここは王様の門。王様は象に乗って帰るから階段がいらないらしい。いやー、とりあえずアンコールワットの全体見終わって7時15分、1時間半ぐらいか。この時間でも結構暑いので早朝から来るのがおすすめですな。お腹空いたね。アンコールと。はい縦べなからはい。はいはい。何が入っているんだ。ああおーそうおー、いいですねすごい。犬が永遠に絶妙な距離感を保ってそこにいる。あげないよ。やっとワンコがいなくなった。ずっと犬に監視されながらランチを食べている。
うんはい、バイオリンの様式スタイル。한농모습들은한농모습 다 프롬 진. 여기는 연기뽕 쪽으로. 여기는 갑자기 전에. 대부분은 호사. 스키가 삼게 되니까. 다 프롬 진로 메가미사, 바이올린 메가미사가 내가 나라네.焼いていただいてこれねここ1個残ってます。ちゃんとウェザーニュースの雨雲レーダーが。 Kestääkö se vapausvallattiin tässä tila?こっちが直す前でこっちが直した後。お風呂に入ってシャワー浴びてリフレッシュして午後の部改めてスタート。まずはカフェに行ってみた。空いてる感もあるんだが、มันเป็นโฮกา
40階までね作ってる。そっかそっか、なるほど。アンコールワットから離れて40階。うんシアムレップ町だけね4階までが土地高く売れない。プノンペンが高く売れるので土地。1km ぐらい。在野地かなんか。よいしょ。25年前の内戦で戦車の道にな一来が持ってたけど、もう今はないし。ボランティアガイド。昔タイの寒いでも見たことあるやつだ。ガソリン。ちょっと伸びで掘ってね、その後が棒を刺して引っ張ってる。地面の中に柔らかい。まだ5時22分だけど、もう今日のフライトこれしかないんだ。あっという間のカンボジア。いいとこだ。再びハノイに戻ります。なんか不思議な最上階の部屋だ。デスクあり、リビングあり。おー、なんだこれ、すごい。プライベートテラス付き。
ハノイオリジンクラフトビアウィート。ベトナム戦争博物館。チケットは1人4万ドンで2人で8万ドン。なんと日本じゃ食べれないパルマ産ハムが食べれるぞ。すごいぞ。これはいいことかもしれない。なかなかオーダーのシステムがよくできてて分かりやすい。ハノイでワイン飲めるとは思わなかったわ。日本では今は食べれないパルマ産の生ハム、嬉しい。量ですね。かけすぎにならない適量です。
グラブジャンパー。でもヘメット可愛くない？ジェットはちょっといいかな。美味しそう。乾杯。ホテルもある。And only the view of the city. But if you can go. Yeah. Great seeing you. Yeah, my pleasure. Yeah. どうぞ野菜。これからボートに乗ります。好，你好。哎，你在哪里？My God, very beautiful. 哦。うん、ハスの花だね。すごいね。
これ多分甘い。ウンチャーを食べに行きます。ハーブを入れてる。しその葉だね。うまい。いやー美味しかった。ごちそうさまでした。ビールが昨日お店で飲んだシーブリューマスターのビールだった。
今もうすぐ夜中の0時なんだけど、まだ取り壊しの工事なのかな。ずーっと工事してる上になんかガサガサって音がしてなんだかと思ったら、あそこのも工事してるんだけど、なんか多分壊れたビルかなんか。なんかめっちゃ水まいてる。なんだなんか事件の香りがする。ホテルもなんか揺れました。なんだろう。せっかく持ってきたので M3 でもスナップしようと思います。車多い。晩ご飯。ヒゲ旅の聖地巡礼みたいになってる。フォーを食べます。そんなに食べれないな。全然食べる前に取ればよかった。いや美味しかった。内臓が好きな方はスペシャルを頼むとスープが濃厚で美味しいと思います。
カメラ屋さんを発見。何でも置いてる。繊維マーケット。有名なトレインストリート一応来てみました。まあ電車が何時に来るのかは5時ぐらいでホテルの人が言ってたのと間違ってないっぽいけど、どっちから来るのかはわかんない。そろそろ電車が来るらしく、椅子の向きを電車が来る側に回転させられた。いやー、しかしこの OAO のスニーカーは本当に旅にぴったりで最高。こればっかり履いてしまう。
なんか人多いね。じゃあ入ります。